おはようございます。桜井です。トランプ政権がアメリカをビットコイン超大国にすると発表しました。政府がビットコインを買い占める可能性があり、銀行業界にも大きな変化が起きています。一方で ETF 市場からは資金が流出し、投資家たちはこれが一時的な動きなのか、それとも市場の転換点なのかを見極めようとしています。さらにマイクロストラテジーのマイケル・セーラーさんは、アメリカ政府がビットコインの総供給量の 25% を保有すれば100兆ドル規模の価値を生み出せると提案しています。本当にそんな未来が来るのか気になりますよね。この動画ではトランプ政権のビットコイン政策の内容、銀行業界や投資家の反応、市場の影響、そして今後の投資戦略について分析していきます。もしビットコインに投資をしているなら、そしてこれから投資を考えているなら、ぜひ最後までご視聴ください。きっと今後の投資判断の参考になると思います。それでは本題に入っていきましょう。まずはトランプ政権が発表したビットコイン戦略について解説していきます。トランプ大統領はホワイトハウスでの暗号資産サミットでアメリカをビットコイン超大国にすると明言しました。この発言の背景には政府が戦略的ビットコイン備蓄を創設し、今後は押収したビットコインを売却せず長期的に保有するという方針があると言われています。この動きはバイデン政権時代の政策とは大きく異なります。これまで米国政府は犯罪組織などから押収したビットコインをオークションで売却していました。しかしトランプ政権はビットコインを国家資産として活用する方向に舵を切ったわけです。この背景にはいくつかの狙いが考えられます。まず一つ目はビットコインを戦略的資産として扱うという考え方です。トランプ政権はゴールドや石油と同じようにビットコインを国家の備蓄資産として持つことで金融市場での影響力を強めようとしている可能性があります。二つ目は、米ドルの国際的地位を維持するという狙いです。現在世界の金融システムは、米ドルを基軸通貨としていますが、暗号資産の普及が進むことで、その地位が揺らぐリスクもあります。特にビットコインがデジタルゴールドとしての価値を持ち始めると、米ドルの価値低下につながる可能性もあります。そこで政府自らがビットコインを保有することで、暗号資産市場の影響力を確保しようとしているのかもしれません。この政策が本格的に進めば、アメリカ政府がビットコイン市場に直接関与することになります。そうなれば市場の動きが大きく変わる可能性があります。では、この発表を受けて市場はどのように反応しているのか、投資家や銀行の動向を見ていきましょう。はい。では、ここからは市場の反応と投資家の動きということで、トランプ政権のビットコイン戦略が発表されたことで、市場は大きく反応しました。まず ETF 市場では資金の流出が加速しています。最近のデータによるとトランプ政権の発表後、ETF 市場からの大量の資金が抜けていることが確認されています。特にビットコイン現物 ETF からの流出が顕著で、これが一時的な動きなのか、それとも投資家がリスクを警戒しているのかが注目されています。一方で長期的な視点でビットコインを保有する動きも見られます。例えば、金持ち父さん、貧乏父さんの著者であるロバート・キヨサキ氏は、トランプ政権のビットコイン戦略を支持し、新たにビットコインを購入したと発表しました。彼は今後世界のリーダーたちがトランプ政権の動きに追随し、ビットコイン市場がさらに活性化することを期待しています。次に銀行業界の動きを見ていきましょう。トランプ政権の政策発表と同時に、米国通貨監督庁 OCC が規制を緩和し、約1200の銀行が暗号資産関連業務を事前承認なしで行えるようになりました。これは従来の規制では、銀行が暗号資産関連のサービスを提供する際に厳しい許可が必要だったのに対し、より柔軟に暗号資産ビジネスに参入できるようになったことを意味します。この規制緩和によって銀行がビットコインのカストディ、保管サービスを提供したり、機関投資家向けの暗号資産投資商品を扱うことが容易になります。つまりこれまで暗号資産に消極的だった銀行が積極的に市場に関わる可能性が高まったということにもなります。このようにトランプ政権のビットコイン戦略は短期的には ETF 市場の資金流出を引き起こしつつも、
長期的には銀行や機関投資家の参入を促す動きになっています。では、ビットコイン市場で積極的に投資を行っているマイクロストラテジーは、この状況をどう見ているのか、次のセクションではマイケル・セーラーさんの戦略について解説をしていきます。では、ここからはマイクロストラテジーの影響力というところで、トランプ政権のビットコイン戦略に対して、すでにビットコインを大量に保有している企業も大きな関心を寄せています。その代表がマイクロストラテジーです。マイクロストラテジーはこれまで積極的にビットコインの購入を続けてきた企業で、現在では世界で最もビットコインを保有している企業の一つです。そして同社の戦略が米国の展開社債市場に大きな影響を与えています。最近の報道によると、マイクロストラテジーのビットコイン活用戦略が2025年の米国展開社債市場の年初来発行額の 30% を占めるまでになっています。これは同社が発行する社債を通じて資金を調達し、それをビットコインに変えるという戦略が投資家にとって魅力的な選択肢になっていることを示しています。では、マイクロストラテジーの共同創設者であるマイケル・セーラーさんは今のビットコイン市場をどのように見ているのでしょうか。セーラーさんはアメリカ政府がビットコインを戦略的資産として扱うべきだと強く主張しています。彼は政府が10年間でビットコインの総供給量の 5% から 25% を取得すれば2045年までに最大81兆ドルの価値を生み出すと予測しています。この考えはトランプ政権がビットコイン備蓄を始める方針を示したことで現実味を帯びつつあります。さらにホワイトハウスで開催されたデジタル資産サミットでは、セーラー氏がアメリカをビットコインを戦略的に活用すれば100兆ドル規模の経済価値を生み出せると提案しました。これは政府がビットコインを国家準備資産として大規模に保有することで、米国経済全体の成長につなげるという考え方です。このようにマイクロストラテジーのビットコイン戦略は今後の市場にも大きな影響を与える可能性があります。では、これらの動きを踏まえて個人投資家としてはどのように考えるべきなのでしょうか。一つの選択肢として短期の市場変動に左右されず長期保有を前提とする戦略が考えられます。アメリカ政府のビットコイン政策が進むなら長期的には価値が上昇する可能性が高いと考えられるからです。もう一つの選択肢は市場の流れを見極めながら適切なタイミングで投資をするという戦略です。ETF 市場の資金流出が続くのか、銀行の参入がどの程度の影響を与えるのかを冷静に分析し判断することが重要です。そんな中でビットコインをもっと効率的に取引したいという方におすすめなのがみんなのコインです。みんなのコインは暗号資産 CFD を活用した取引サービスで現物取引よりも少額で始められるのが特徴です。さらに暗号資産 CFD なので買いからだけではなく売りからも入ることができるため相場が下がっている時でも利益を狙うことができます。また暗号資産 CFD のため実際のビットコインを保有せずに取引できるためハッキングによる資金流出リスクがないのも安心ポイントです。ビットコイン市場の今後の動きを見ながら少額で取引を始めたい方や下落相場でもチャンスを狙いたい方にはぴったりのサービスではないかと思います。興味のある方は概要欄に公式サイトのリンクを貼っておきますのでぜひチェックされてみてください。今日の内容などの動きをしっかりと理解した上で自分なりの投資戦略を立てることが大切だと思います。では最後に今回の内容をまとめていきます。はい。では最後に今日の内容ですけれども、ここまでトランプ政権のビットコイン戦略、ETF 市場の変動、銀行の暗号資産参入、そしてマイクロストラテジーの動きを見てきました。では、これらの状況を踏まえて、投資家としてどのような戦略を取るべきなのかを考えていきます。まず短期的な視点で見た場合、トランプ政権のビットコイン政策が発表された直後に ETF 市場から資金流出が起きています。これは市場の不確実性を警戒した投資家が一時的にリスク回避のために資金を引き上げた可能性があります。ただし、この流れが続くのか、それとも市場が安定するのかはもう少し時間を経たないとわかりません。また、米国の銀行が暗号資産市場に本格参入できるようになることで、機関投資家の資金が新たに流れ込む可能性もあります。
これが実際に起こると、ビットコイン市場の流動性が向上し、価格の安定化につながるかもしれません。次に長期的な視点で考えてみましょう。マイクロストラテジーのマイケル・セーラーさんが提案しているように、もしアメリカ政府が本格的にビットコインを購入し続けることになれば、市場への影響は計り知れません。政府がビットコインをデジタルゴールドとして正式に認め、保有し続けるなら、その価値は今後さらに高まる可能性があります。一方で、ロバート・キヨサキ氏のように、この動きをポジティブに捉えて、今のうちにビットコインを追加購入する投資家もいます。彼はトランプ政権のビットコイン政策を受けて、他の国のリーダーも追随する可能性があると考えていて、これがさらなる価格上昇につながると予想しています。では、個人投資家としてはどのように考えるべきなのでしょうか。一つの選択肢として、短期の市場変動に左右されず、長期保有を前提とする戦略が考えられます。アメリカ政府のビットコイン政策が進むなら、長期的には価値が上昇する可能性が高いと考えられるからです。もう一つの選択肢は、市場の流れを見極めながら、適切なタイミングで投資をするという戦略です。ETF 市場の資金流出が続くのか、銀行の参入がどの程度の影響を与えるのかを冷静に分析し、判断することが重要です。はい。ということで、本日の内容は以上となっております。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして今回の動画の内容が参考になったと思われたら高評価もよろしくお願いいたします。最後にお知らせがあります。僕自身暗号資産に関して情報交換できるオープンチャットを用意しています。このオープンチャットでは暗号資産に関していろいろと情報交換できるコミュニティの場となっていますので、興味がある方は参加されてみてください。参加費用は無料です。参加方法ですが、概要欄に僕の公式 LINE を用意していますので、そちらより登録してもらうと自動返信チャットにてオープンチャットのリンクを記載しています。そちらから参加されてください。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。